こんにちは、月島です。新しい MIDI キーボードを購入しました。今回は開封レビュー編ということで、開封して各部の確認と接続をしていきたいと思います。購入したのはネイティブインストゥルメンツ社のコンプリートコントロール A49 です。このキーボード自体は新製品というわけではなく、発売されてからもう4年くらい経過した製品です。目次です。開封と内容物の確認、キーボード各部の確認、パソコンと接続してソフトを操作してみる、購入した理由と主な特徴、最後にまとめと次回予告です。キーボード本体、USB ケーブル、バンドルソフトウェアのシリアルナンバーと注意事項用紙です。取扱説明書は公式サイトよりダウンロード可能です。キーボード左上の6つのボタンはスケールやアルペジエーターなどを設定するボタンです。また、シフトで機能を変化させたり、Undo、Redo、クオンタイズをかけたい場合にも使います。その下の6つのボタンは、主に DAW のトランスポーズ関係を操作するボタンです。右側上部には小さいですが液晶ディスプレイがあり、アサインされたパラメータなどの各種情報が表示されます。その下はソフトウェア音源のプリセットを選択するときに使用するボタンです。その下の小さな2つのボタンは DAW トラックのソロやミュート、アサインされたプラグインパラメータのページ切り替えなどに使うボタンです。キーボード中央にある8つのノブはソフトウェア音源やエフェクトプラグインのアサインされたパラメータを操作できるものになります。また、これらのノブは上部がタッチセンサーになっています。指で触れるとノブにアサインされているパラメータをディスプレイで確認できます。プラグインによってはネームが表示されない場合もあります。キーボード右側にあるボタンはコンプリートコントロールの音色を選ぶときに押すブラウザー、MIDI モードにするプラグイン MIDI ボタン、トラックモードに切り替えるボタンです。その下の 4D エンコーダーは回す、4方向に動かす、押すという操作に対応していて、音色を選んだり決定するときに使用します。キーボードの左側下部は鍵盤のオクターブを操作するボタンです。その下はピッチホイールとモジュレーションホイールです。重みがあり、しっとりと動く感じです。私が購入したモデルの鍵盤数は49鍵です。他に25鍵と61鍵のものがあります。背面部分はフットペダル端子とパソコンに接続するための USB 端子があります。机に設置しました。そしてネイティブインストゥルメンツ社のソフトウェアを使用したことがない方は、公式サイトで新規アカウントを作成してコンプリートコントロールのインストールが必要になります。私の MacBook Pro にはすでにソフトウェアのコンプリートコントロールがインストールされていますので、そのまま MIDI キーボードを USB ケーブルで Mac に接続しました。液晶ディスプレイやボタンのバックライトが点灯しています。この MIDI キーボードはバスパワーで駆動しますので、電源アダプターは必要ありません。コンプリートコントロールをスタンドアロンモードで立ち上げます。上のメニューの設定から環境設定を開きます。オーディオのタブを選択し、接続しているオーディオインターフェースを選択します。
次に MIDI のタブを開き、コンプリートコントロール A49 を選択します。ソフトウェアのコンプリートコントロールは最近バージョン3にアップデートされて操作方法が少し変わったようです。音色の選び方、コンプリートコントロールを起動させるとディスプレイにプレスブラウザーと表示されますので MIDI キーボードのブラウザーボタンを押します。ディスプレイの表示がファイルタイプスというものに変わりました。音色選択のイメージは大きいカテゴリーが左にあり、右に行くほどカテゴリーと音色が絞られていく感じです。最初はファイルタイプの選択です。この状態で 4D エンコーダーを回すとインストゥルメント、ループ、ワンショットの選択ができます。ファイルタイプを選択した後、4D エンコーダーを右に倒すか押し込むとプロダクツの選択。ここでソフトウェア音源やループのサウンドパックを選択します。その後は順番にタイプの選択、サブタイプの選択、キャラクターの選択、そして最後にリザルツということで、ここまで絞られた音色が縦に表示されます。ここで 4D エンコーダーを回すと音色をプレビューしながら選ぶことができます。音色を決めた後、4D エンコーダーを押し込むと音がロードされて演奏が可能になります。また、音色を決定した後にカテゴリーやソフトウェア音源を変更したい場合は、ブラウザーボタンを押してから 4D エンコーダーを左に倒すと戻ることができて、音色を選び直すことが可能です。そして一度選択された音色カテゴリーはパソコンの画面上のリセットを押すか、各カテゴリーで 4D エンコーダーを左に回してオールにするとクリアされます。ここまで使用してみた感想としては、音色選択の仕組みに慣れてしまえば MIDI キーボードのディスプレイを見ながら 4D エンコーダーを使用して音色をプレビューしながら選択できますので、とても便利で良いと思います。また、パソコンの画面を見ながらマウスを使用してクリックしても音色をプレビューしたり選択することは可能です。プラグインの表示、コンプリートコントロール上部ヘッダーの縦線のボタンをクリックするとソフトウェアの画面を表示できます。波のようなボタンをクリックするとスケールとアルペジエーターの設定画面が表示されます。その隣にあるノブのボタンを押すと8個のノブにアサインされたパラメータを確認することができます。これらはノブを回せばすぐに適用されます。その隣のプラグのボタンを押すとサウンドパックやソフトウェア音源を表示させて確認できます。そして隣にあるプラスを押すことでエフェクトプラグインを追加することができます。先ほど選択したループサウンドの後に Waves の H リバーブを挿入してみます。Waves のプラグインを追加した場合、パラメータはあらかじめアサインされていますので、ノブを使用した設定が可能です。
表示されたノブのページ2の2つ目のノブにドライウェットのパラメーターがアサインされていますので、音を出しながら動かしてみたいと思います。このような感じになります。その他操作方法で私もまだまだ理解していないことがたくさんありますので、これから研究していきたいと思います。コンプリートコントロール上で音源を選択すると、ノブに必要と思われるパラメータが最初からアサインされていますので、すぐに操作ができて便利です。また NKS に対応したソフトウェアも操作可能です。重くしっかりとした良い鍵盤だと私は感じました。A シリーズキーボードには6700以上のサウンドと 13GB のコンテンツが付属します。多数の DAW にも連携していて、ノブやボタンを使用してトランスポーズやトラックの選択、音量操作、ソロ、ミュートなどをコントロールすることが可能です。以上の機能に期待して私はこの A49 を購入しました。新しいMIDIキーボードを購入するのは7年ぶりくらいになります。私は音楽制作を行うときに音がとても良いので、ネイティブインストゥルメント社のソフトウェア音源を多く使用します。ただ、コンプリートなどのソフトウェア音源は音の数が膨大すぎて使いたい音色にたどり着くのが大変でした。今回購入した MIDI キーボードを使うことで音色を探す時間の短縮と演奏がしやすくなれば嬉しいです。またアートリア社やウェーブス社のソフトウェアにも対応していたことがこのキーボードを選んだ大きな決め手でした。次回はこのコンプリートコントロール A49 を数日間使用してみてのレビューをしたいと思います。DAW との連携など実際に使用して見えてくることがいくつかありました。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。